こんにちは、すみれです。タイムリーに見てくださってる方、暑いですね。私もこっそりと扇風機自分に当ててます暑くてそれはいいとして今日の動画ですが、ナターシャ・ディノーナから出ているこのパレット、ブロンズフェイスチークグローパレットについてレビューしたいと思います。でこのパレット実際今私の顔にも塗っているので後ほどお見せしますね。まずこのパレットから早速見ていきたいと思います。このパレットは鏡面仕上げになっていて、すごくねキラキラと輝いているタイプになります。サイズから言うと縦8センチ、横 10.8 センチ、厚みが 1.5 センチになっています。中には4色ね入っているんですけども、ここにさらに中蓋がついています。このパレットの上2つに関してはクリーム系のテクスチャーになっているので、クリームとパウダーがね一緒にならないように透明の蓋が入っているんですね。私これすっごくねいいなと思って、これはとっても気に入っています。で中には鏡もあって、このパレットは使用期間が12ヶ月なので1年間のものになります。価格はアメリカドルで55US ドルになって、そしてイタリア製になっています。またパラベンフリー、ミネラルオイルフリー、動物実験もしていないクルエルティフリー、そして商品だけではなく製造過程においても一切動物由来のものを使っていないビーガン製品になっています。それでは早速このパレット開けるとねどんなものになっているのか一つずつ見ていきたいと思います。まず一番左上、こちらはバウンスクリームグローといったもので、ほんのりとねこのアイボリーと、あとはちょっとピンクのデュオクロームっぽいようなね感じにもなっています。でこれはクリームタイプのハイライトになるんですけれども、ハイライトの下地に使ったりとか、あとはこれだけでもとってもナチュラルな輝きっていうのが出てくれると思います。そして右上のもの、こちらはバウンスクリームブラッシュと呼ばれるもので、クリームチークやそのチークの下地として使うことができます。で色味としてはライトクールブロンズの色味になっていて、柔らかいねシャンパン色の輝きがあるようなコーラルブロンズの色味になっています。そして左下、こちらがスーパーグローブロンズといったもので、すごく綺麗なブロンズ色なんだけども、テクスチャーがとっても軽いので、ほんのりつけることから色もねどんどん重ねて色味をしっかり出していくことも自由に調整ができると思います。最後に右下のスーパーグローヌード、これはヌードシャンパンのハイライターですね。でこれをねさっきのクリームチーク、あとはクリームハイライトの上にね全体にかけてあげることで、全体的に綺麗なツヤ感っていうのを出してあげることもできます。色味を振り返ると、まずこの部分っていうのがバウンスクリームグロー、そしてその次がバウンスクリームブラッシュ、チークの方ですね、クリームチークね。そしてスーパーグローブロンズ、この色味ですね。最後にスーパーグローヌード、とっても自然な輝きのものです。でこういった色味になっています。ということで今回のルックで私もね使ってるんですが、どんな風に使ったか、このね実際にメイクをしている様子をこれからお見せしたいと思います。今ファンデーションとね眉毛を仕上げている感じになります。まずはこのバウンスクリームブラシからいきたいと思います。私の場合は指でいきますが、濡れたスポンジでも大丈夫です。でこのテクスチャーがねナターシャ・ディノーナのアイシャドウで言ったらクリーミーパウダーのフォーミュラ、クリームとパウダーの中間ぐらいのねそんな感じがあると思うんですけど、それよりもちょっとサラッとしてるかなっていうぐらいの感じなので、全然ねクリームしてなくてとっても使いやすいです。でこれでねチークを塗るような位置にちょっと塗っていきたいと思います。この辺かな。ですごくねこの使いやすいテクスチャーなので、もうファンデーションリキッドでパウダーで押さえた上からでもね大丈夫、全く問題なく綺麗に使えると思います。色もすごく綺麗な肌なじみのいいオレンジ系っていうかね、オレンジって言ってもオレンジすぎないような、とってもね肌なじみがいいかなって感じますね。こんな感じで私はこの部分にのせました。反対側ものせますね。同じ色をとってこんな感じで今両方にのせました。
そしたらそれぞれの今のせたところのさらに高いところ、ハイライトのせるところにこの色をねのせていきます。でこっちの方がねもうちょっとこのクリーミーな感じですね。で自然にこうツヤが出るところっていうのかな、そういったところにちょっと強調する感じで、さらにねこの色味っていうのをのせていきます。方のね高いところですね。こっち側もねこの辺ちょっと高いところにのせていきます。おでこのねとことかものせたりとかしていいんですけど、ちょっと私は今この辺だけでやっていきますね。そうすると今それぞれねチークのところと、あとは上のねハイライトのところをのせました。そしたら私はナターシャ・デノーナから出ている16番のブラシ、上がついているもので斜めになっているタイプのものです。こちらを使います。でこのね好きタイプのブラシでね Mac とかでも出てるし、シグマとかいろんなとこでねいっぱい出てると思うんですけど、結構これはね腰が硬めな感じです。私のイメージでいくとパッドマックグラスからもこういった好きタイプが出ていて、表面はまっすぐなってるんだけども斜めではないんだけども、それも結構ね腰が硬くて、これと結構似たような感じかなって思ったりします。ただこのブラシ自体は私はまあまあかなと思ったんだけど、実際にねこのナターシャのこの商品を使うとやっぱり相性いいなっていうのはすごく思うので、だからこれはねやっぱり最初ねあんまりだったかなと思ったんだけど、やっぱ買ってよかったなって今だって思ったりしてます。で今度は今このねチークのところとハイライトのせましたよね。そこの全体にツヤを出す感じでこの色味をちょっとこれに取りますね。取って、そして塗ったところ全体にツヤ出しをしていく感じにします。斜めだからね結構塗りやすかったりもするんだけど、斜めじゃなくても全然できるから、別にブラシはでも何でもいいかなとは思うんですけどね。とりあえずこんな感じでちょっと磨きをかけるっていうかね、反対側も自然な感じでちょっとツヤを出してあげるようなイメージですね。で塗ってあげます。そして仕上げにお手持ちのチークブラシを使ってここをねちょっとこの色を取っていきます。ちなみにこのブラシはケビン・アコインから出ているチーク用のブラシになってます。ナターシャとねすごく似た感じかなと思っていて、なのでちょっとこれをね使います。で払って今度はここのね部分丸いねところにほんのりと優しくね軽いタッチで少しずつこのブロンズ感というのを出していきます。本当に軽いタッチでくるくるくるっとのせていくような感じになります。そうするとすごくねブロンズ感のこのツヤ感と一緒になって本当に綺麗なブロンズ肌、もうツヤツヤのブロンズ肌っていうのができる気がします。もうただ単にこのブロンザーでブロンズ肌を演出するっていうよりかは、この方がすごくなんか内側からツヤ感っていうのもありつつ、薄い感じっていうのかな、本当に綺麗なブロンズ感っていった感じですね。こっちがこの下地とかあとはちょっとツヤ感を出しただけの状態で、こっちがブランズ感を足した感じです。結構違いますよねこれだけでね。でまたこのねベースをこういった状態にしてるからこそこれがまた綺麗に上から塗ってくれるので、すごくよくできてるなと思います。で反対側も塗りますね。本当に軽いタッチでのせていきます。月もね本当に薄くついてくれるので、そこから重ねると綺麗に色がね重なってくれるから、少しから始めていって自分の好みのところで止めるのが一番なんじゃないかなって思ったりします。なんかこれって単品でねそれぞれをこう使うというよりかは、みんなまとめて使うとすごくねやっぱり良さが出てくる気が私はするんですよね。この日焼け感をね出すために鼻のね高いところとか、あとはこの感じでこう一緒に塗ってあげたりとか、ちょっとおでこのね高めのところとかに塗ってあげたりとか、日焼けをするようなところっていうのにもふんわりとねやってあげます。でその感じでさっきのねこのツヤ感のものをおでこのところとかにも足してあげたりしてもいいし、本当に自分のね好きにその辺はアレンジも効くかなとは思いますね。そうすると結構本当もう自然な感じで光ってもくれます。ちょっと残りのメイクを仕上げていきますね。
で今ね途中まで仕上げてきました。あとちょっとで完成なんですけど、何をやるかっていうと、ここから私が好きなのはこのブロンズルックにねちょっとこういった淡い感じだとやっぱりこのアイメイクを濃くするか、またはこのブロンズ感をもうちょっと出していきたいので、さらにねちょっと重ねて塗っていこうと思います。でその前にちょっとまだ影感を出したいのでコントゥアをしていきます。今私がやろうとしてるのはこの影感を出していきたいと思います。影に近い色っていうのを入れていきます。そうするとほんのり影感になったのが分かりますか？ブロンザーでこのブロンズちょっと引き締まった感じだけじゃなくて、影を入れてあげるとちょっと彫りがね出てくれるんですけど、それがねシェーディング、コントワリングっていうんだけども、そういった影の色っていうのはちょっとねクールトーンの色味になってますね。ただこういったコントゥアに関してはもともと顔がねシュッとされてたりとか、どっちかって言ったらこけてるっていった方はこれは絶対やらない方がいいと思います。顔がねこのこけてしまうので、どちらかというと私みたいにこの顔の丸みがあったりとか、顔をねすっきり見せたいっていった方はこういったものでねコントゥアリングをするっていうのがあったりします。このブロンザーとかあとはシェーディングとかのこの違いについては他の動画で詳しく説明を出していますので、リンク概要欄に貼っておくのでぜひご覧ください。あと私は顔の横幅ね、ここの幅っていうのもすっきりさせたいので、ちょっと横もこう入れていきます。そうするとちょっと影っぽいのが出たのが分かりますか？とりあえずこんな感じでコントゥアリングを1回終了します。もっと濃くした時どうなるか見たいっていった方がいらっしゃった時のために一応ねこれからお見せしますね。さらに濃くするとこんな感じでもう少しねブロンザー具合をねちょっとだけ付け足したんですけど、ただねここだけブロンズ具合でも体の色と合ってたかったらいいので、結構海外とかだと体のね肩のところとか、あとはデコルテのところとかね、全体的にやることでこのバランスをとってあげるっていうこともね結構大事かなとは思うんですけども、とりあえずねこれがブロンズの感じの仕上がりになります。それでは私の感想に行きたいと思います。最初ねこれ買ってすごく可愛いなと思ったんだけど、あんまりね使い方とか全く見ないで、適当にちょっと使ってたんですよね。でも結構オレンジっぽいような感じだし、まあまあかなと思ったんだけど、ちゃんとね使い方を見てその通りにやってみると、まあ素敵なツヤ感が出るじゃないかっていうことで、今ではねとっても好きです。でこれとねもう一つタンパレットっていうものがあるんですが、こっちよりもこの方がもうちょっとこの色味の明るさとかその輝きっていうのがもうちょっとね明るい感じになると思います。こういったねクリームタイプっていうのは私は最初ね少し抵抗があったんですね。っていうのも結構クリームのテクスチャーによっては、例えばねリキッドとかでやったらセッティングとかしないでこのクリームでね全部仕上げていかないと、上からやってちょっとよれちゃったりとかすることもあると思うんですけど、これに関してはもう普通にセッティングとかした後に上から使っても全然崩れないし綺麗に乗ってくれるのですごく気に入りました。でね、クリームすぎないのがいいんですよね。この適度な感じっていうのがねすごく良くて、で右下のねこれだけでもすごく薄い感じなんですよ。だからそもそもね本当に薄いほんのりとしたハイライトが好きな方はこれだけでも使ってあげることもできるし、こういったものを使った上にねこれをのせて全体にねほんのりとした綺麗なツヤ感っていうのも出してあげることもできると思うので、使い方もねいろいろ調整もできるし、あとはこれ全部をねちゃんと一緒に使ってあげるとやっぱりね綺麗なこのツヤがあるブロンズ感っていうのかなが出てくれるので、それは私がすごく気に入ってるとこですね。やっぱりナターシャとかの動画で結構ハイライトとかチークの下にねこのクリーム系の下地を使うことが多いんですけど、彼女の製品で一緒に入ってるからこそ使ってみるっていうんですが、だけどねやっぱ違うなと思って結構私はすごく今大好きになってしまいました。でこの本当にパレットの名前通りでこのブロンズグローって感じなんですよね。ブロンズの中のこのちょっとツヤ肌っていうかそういった感じなので、ただこのテカりすぎてるっていうわけではなくて、このブロンズ感といい感じに調和してくれてるのが、それはね私もちょっと使いやすいなって思いましたね。今回のブロンズパレットについてもねこういった仕上がりになりました。今特に夏の時期で私もそういったブロンズメイクとかがしっくりくる時の方が多かったりするので、結構最近はねこれ重宝してたりするんです。また今度別のビデオでこっちがブロンズパレットでこっちがタンパレットとかね片面ずつ乗せてそれぞれのね仕上がりの違いっていうのもねちょっと皆さんにお見せしようかなと思っていますので、チャンネル登録まだの方は動画を見逃さないためにも通知ボタンをオンにして登録してみてください。ということでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。